香港カンフー武術学院の総教練真鍋岳山でございます。今日は、少年と解説シリーズその7ということで、やっとヤッタン山北になってきましたね。これからが第一節、いろんな技が出てくるということで、それまでは前段、いわゆる前段もしくは開門式とか言われるものでございました。ヤッチーチョン君終わってやっと第一節みたいなことになってきたわけですね。よく言い間違えることはありまして、それまでのことで、脱力のことをファンソンとか言いましたが、フォンソンが正解です。訂正してお詫び申し上げます。それとですね、今回は短棹についてお話していきたいと思います。まず短棹っていうのはもちろん詠春拳の三大種のうちの一つでございます。ですから詠春拳の技術の中で非常に大事でありますし、力を発揮することが微妙に難しい技でもあります。なんとなく簡単にできるような感じですが、実はちょっと奥深いんじゃないかなと思っている部分もあります。そんなに簡単にできる技ではありません。この三大種もしくはセオンチーサオやダンチーサオのという対人練習の中で、他の技っていうのは北サオでありますとかボンサオでありますが、これは攻撃にはなり得ないんですね。セオンチーサオの中で唯一短棹だけが攻撃的意味合いがあるとされております。基本的には前回その6でやりましたヤッチーチョンク、その5ですかね、その5で行いましたヤッチーチョンクと一緒でございます。攻撃的な意味合いというようなことで、しっかり背中を鍛えて、剣を前に出していく、もしくは攻撃を前に出していくというような技術でございます。どういうふうにするかというと、当然サウ君から発して手を開きます。ここからまっすぐ出すんですが、一般的な詠春拳のする人はここから手もしくは、手首のところがまっすぐ真ん中に来たらそのまま前に出すところが非常に多いんですが、これは成長段階の過程からいって、間違いです。最初はやはり肘は真ん中に来なければ力は発揮できません。短棹の力は発揮できないと断言しておきます。これでやると簡単なんですがね、すごく簡単なんですが、そうはいかないんですね。いわゆる肩が、手首の位置が、正中線上にあればいいというものではありません。こんな感じで短棹の場合はこんな感じで、肘と手首の小指側のここで真ん中ですから、小指のこの端でこれが真ん中中心を捉えてなければならない。もちろん肘も真ん中で、こんだけ中入ってそこから前に出していくという技術です。
右でやろうと左でやろうと一緒ですが、右ならこの形になってから前に出します。肘の位置と小指の端の位置、これが真ん中、中心、正中線というものを通ってないと、そういう軌道で出さないと良くない、こういう感じでございますね。そういうふうに言うてるところもあれば言うてないところもあるんですが、論理的な統一を考えるならば、ファックンでヤッチーチョン君でここの位置っていうのを決めて、ここからまっすぐ出すというのが正しいというなら、タンさんも同じ理由で一緒でございます。ヤッチーチョン君は真ん中から出した方がいい。ヤッチーチョン君もここでこんな感じで打って、タンさんもここでこんな感じで出す。これはむちゃくちゃでございます。英春拳の力というものが一生分からずに終わるやり方です。でまた指導者の中には真ん中なんか来なくていいと説明する方もいらっしゃいますが、弱い力ならそれでもいいですが、強い力でやった時に、力が、できている人とやった時にそれは完封されることになります。グーも根の出ないようにやられてしまうと思います。したがってそのような弱い力を基本にしたやり取りまたは攻防で単差というものは真ん中来なくてもこれでいいんですよと、そういう前提がもうおかしいですね。そういう力が弱いというのを前提でこれでやれるでしょっていうのはそもそもがちょっとおかしいと思います。と言いますが、実は単差を、肘こうやって開け取ってもできます。ちょっと力減弱しますけれどもできます。しかしその単差、私が言ってる単差とその脇が開いてもへっちゃらだというような指導者が考えてる単差というものはそもそもが違います。しっかりと絞って真ん中を取って胸を張ってそこから背中の力を使って前に出す、こういうことができないとダメですね。でヤッチーチョン君もタンサオもはたまたフォクサオなんていうのも力を発揮する原理というものは全く共通のものです。ですからヤッチーチョン君が打てたらタンサオも出せるしフォクサオも出せる、ピューサオだって出せるわけですね。ということは逆に言うと一つができないと全部できないということになるんですでしょうね。ぜひ英春拳を目指している方で私の言ってることが何のことだかわからないっていう人はもうその英春拳はやめた方がいいです。おそらくその程度の英春拳だと思います。また逆に私の言ってることがそんなの嘘じゃないかっていうような感じでおっしゃるんでしたらいろいろ検証して試してみられたらいいと思います。私は嘘も何にも言ってません。本当のことを言ってるだけです。簡単です。英春拳はだから簡単なんです。簡単がゆえに難しいところでもあります。それと単差をさせるための重要な要素というのがあります。それは親指を折ることです。親指を畳んで
ここは親指は力を入れてこう張りを作っとかなきゃいけません。しかし他の指をこう丹波哲郎のチョップみたいにこうぐーっと指同士を寄せておくといらん力が入りますので、これはちゃんと探査をするためには邪魔です。指の間は緩めて間開けておきましょう。これが一つの大事な形です。これで小指が軸で、この形になったらただ前に出すだけです。こんなのは単差じゃありません。これは後見の治癒銀と言いまして、これはまたそれはそれで違う技になります。永春拳の単差はこの状態からまっすぐです。言ったらこんな簡単なシンプルなことはないんです。永春拳はシンプルですがイージーじゃありません。英語で言うと決してイージーではありません。言うてることがシンプルすぎるぐらいです。人間の一般的な動きではない動きをしなければならないということで、そこに困難が待ってるわけですけどね。また永春拳されてる方も興味がある方も聞いてほしいんですが、またご質問がありましたらご質問のコーナーというか返信のコーナーでね、書いていただいたりしたらお答えもしたいと思いますので、ぜひ、残していってください。低評価する暇があったらそういうことを書いていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。